江戸時代の人はなぜ今より物を大切にできたのか。昔の暮らしに未来のヒントがある。導入。もったいないは暮らしの中にあった。現代はたくさんのものに囲まれています。安く買える、すぐ届く、壊れたら買い替える、便利になった一方で、まだ使えるものを捨てることも当たり前になりました。そして今、世界情勢の変化や物価高騰によって物があること、その当たり前が少しずつ揺らぎ始めています。スーパーの値上がり、食料価格の高騰、物不足への不安。海外からの輸入に頼る社会は一度大きな問題が起きると一気に不安定になることがあります。便利になったはずなのにどこか不安が消えない。そんな時代だからこそ、昔の日本人が持っていたものを最後まで生かす感覚に改めて注目が集まっているのかもしれません。今日は江戸時代の捨てない暮らしを通して本当の豊かさとは何か、そして未来世代へ何を残せるのかを静かに考えてみたいと思います。第一章。江戸には修理して生きる文化があった。江戸時代には今のような大量生産がありませんでした。だから物はとても貴重でした。この着物を縫い直しているのよ。綺麗になるね。そうね、もうすぐ終わるわ。例えば着物、破れたらすぐには捨てません。縫い直し、子供へ受け継ぎ、最後は雑巾になるまで使ったと言われています。傘もそうです。壊れたら傘張り職人が直す。下駄も削り直しながら長く使う。鍋も穴が開けば修理する。江戸の町には修理して暮らす職人たちが普通に存在していました。つまり壊れたら終わりではなく、直しながら生かすという感覚が暮らしの中にあったのです。今のように簡単に捨てて新しいものへ交換する社会ではありませんでした。物を生かし続ける。第2章。なぜ現代は捨てる社会になったのか。現代は大量生産、大量消費の時代です。海外で大量に作り、大量に輸入し、安く、早く、便利に手に入れる。そのおかげで私たちの暮らしはとても便利になりました。このお米、値上げしてる。またか。生活が苦しくなる。本当だ。家計が心配だ。ですがその一方で、輸入依存、自給率低下、物流依存、そうした問題も少しずつ大きくなっています。一度戦争や災害、物流停止などの有事が起きれば、物不足や価格高騰は一気に広がります。最近の物価上昇や食料不安も決して他人事ではありません。便利な社会は時にとても脆い社会でもあります。そして物が簡単に手に入るほど物の重みを感じにくくなったのかもしれません。第3章。江戸時代は地域で回る社会だった。江戸時代には今のような大量輸入はありません。だからこそ地域の中で循環する仕組みがありました。壊れたものは修理する、落ち葉は畑へ戻す、灰も肥料として使う、布は最後まで使い切る。つまり限られたもの、どう生かすかを考えていたのです。もちろん昔の暮らしは不便でした。この布ずいぶん歪んでいるね。毎日使う
うからね、直さないと。みんなで助け合って直しましょう。そうだな。ですがその一方で地域の中で支え合いながら生きる感覚が今より強く残っていました。全てを外部に頼らない、そんな暮らしだったとも言えるのかもしれません。第4章、私たちは何を失ったのか。現代は昔よりずっと豊かになりました。物も多い、便利なものもたくさんある。ですがその一方で失う不安は逆に大きくなっている気もします。物が止まれば不安になる、物流が止まれば困る、価格が上がれば生活が苦しくなる。それは自分たちで支える力を少しずつ失ってきたからなのかもしれません。水を運んできたよ。みんなで分け合おう。ありがとう、助かるよ。これを分けてあげる。すまない、ありがとう。昔の人々は今ほど多くのものを持っていませんでした。ですがその分修理する、分け合う、工夫する、そうした知恵を持っていました。そして地域のつながりも今より近かったのです。第5章、小さな備えが未来への不安を小さくする。朝の練りが綺麗ね。今日も小さな備えだね。この主翼で今日のご飯楽しみ。僕もだよ。もちろん昔の暮らしへ戻ることはできません。便利な社会を否定する必要もありません。ですが昔の知恵から学べることはあります。例えば少し備蓄を持つこと、家庭菜園を始めること、小さくても自分で食べ物を育ててみること、近所とのつながりを持つこと。全部を変える必要はありません。ですが少し自分で支える力を持つだけでも未来への不安は少し小さくなるのかもしれません。わあ、びっくり。土が生きてるみたい。すごいね。土に触れるだけでも人の心は少し落ち着きます。自然の循環を感じることで見え方が変わることもあります。近所の皆さん開けてください。ありがとう。みんなで開けましょう。いいわね。こんな風にね。いいですね。昔の人々は不便な中でも工夫しながら生きる力を持っていました。最終章、未来に必要なのは便利さだけではないのかもしれない。もちろん私たちは江戸時代へ戻れません。便利な暮らしを捨てる必要もありません。未来へ続く道。ですが効率や消費だけを追い続けた先で私たちは少し大切な感覚を失ったのかもしれません。江戸時代の人々が持っていたものを最後まで生かす知恵、地域で支え合う感覚、限りあるものを大切にする心、その中にはこれからの時代を生きるヒントが静かに残されている気がします。そして未来の世代へ土を残すこと、食を残すこと、助け合いを残すこと、それが本当の豊かさにつながっていくのかもしれません。昔の暮らしの中には未来を生きるための答えがまだ静かに残されているのです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。